イヤホンにこだわるなら、もちろんそのイヤホンを鳴らすための回路にもこだわるべきだ。とはいえ、ほどほどにな。そんな、十二分に満足できる音質と、取り回しやすさ、そして、諦めずに狙える価格が揃ったのが、スマートフォンや PC と組み合わせて使う、USB-DAC だ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。イヤホンに比べて個性はあんまり出ないのではないか。そこにはコストでぶん殴ることによって生まれる優劣だけが存在する。そんな風に思われがちな、USB-DAC なんだけど、実は、結構同じようなクラスのモデルでも個性的だったり、使い勝手が大きく異なったりする。今回紹介するのは、AFUL の初めて送り出す、USB-DAC、スノーイナイト、雪の日、の名前の通り、雪の結晶をイメージさせるレーザー刻印と、動作ランプが印象的な、バランス接続可能な USB-DAC だ。使用されている DAC は、CS43198 ガニツ。これはこの価格帯でよく使われる、CS43131 の兄弟チップ。なんでわざわざこっちを使っているのか、というと、CS43131 はアンプが統合されてるんだけど、CS43198 は別にアンプを組み合わせないといけない。じゃあアンプが入ってるやつの方が音まとまるんじゃねえの？となると思うんだけど、アンプが独自に設計できる、ということはその個性がしっかり出せるということだ。つまり、CS43198 採用の DAC は、CS43131 に比べて、製品の個性が出やすい。スノーイナイトは類似の CS43131 デュアル機とは異なる、まさに雪夜のような澄んだバランスの音色を実現しているぞ。さて、一番最初にこの DAC に僕が感じている、唯一不満な点を述べよう。スノーイナイト、雪モチーフなのに、DSD モードの 8X じゃないと LED が白くならないのだ。イヤホンとどうでもいいんだけど、せっかくだったらモチーフ色の LED で使いたくない？他の USB-DAC 同様、動作モードによって LED カラーが変わるので、別に不満というより特別ではない、くらいの認識だけどな。と、変なことを言ったけど、本当に不満点はそれだけだ。僕が音質云々以前に、この手の小型 DAC に求めていることは、2つ。一つは、USB-C によるケーブル交換ができること。これができると、耐久性と、取り回し、特にケーブルの長さを変更することで、PC 用にしたり、スマホ用にしたり、あるいはケーブルの端子が故障したり断線した時に、簡単に交換ができるからだな。意外とスマートフォンに合わせてケーブルを折り曲げて使用する、この手の DAC は、ケーブルやその端子の寿命が短い、ここは重視して選ぶポイントだと思う。デスクトップ DAC として使う時にも、NIM のケーブルとか合わせられるからな。ちなみに、スノーイナイトの付属ケーブルは、珍しい 6N 単結晶銅を使用した USB ケーブルで、そういうのにこだわりたい人にも、最初から安心の USB ケーブルが付属するぞ。そしてもう一つ、独自ボリュームを持つこと、あります、独自ボリューム。スノーイナイトを Android に接続すると、Android 本体のボリュームとは別に、本体側面のボリュームボタンで細かい調整をすることができる。これはもちろん、単体のボリュームより詳細なボリューム調整が可能なことに加えて、最低出力周辺で使用すると、音がガビガビして聞けたもんじゃない不具合を解決する。なので、この3つの要素が入ってると、それだけで好印象なんだけど、スノーイナイトはどちらも満たしてるんだ。というわけでこれを実現してるだけでもわかってるじゃん、という印象なんだけど、このスノーイナイトはもちろん音色も好印象だった。CS 型番。シーラスロジック製の USB-DAC を使ったことがある人なら、温かみがあってバランスが良い音、という印象を抱いている人が多そうなんだけど、本気は決してそんなことはなく、むしろ中高音域の鋭さ、反応の良さ、分離感の良さが、真っ先に印象付けられるサウンドだ。もちろん、低音側も力強く、現代的ハイファイの、しっかり澄んだ音色で聞こえる、という印象を強調する DAC になっている。個人的には ES9018K2M とかを使ってる、シャープな音色の DAC とかに近いな。それでいてより小さくて取り回しが良いので、ようやく移住先が見つかった印象だ。スノーイナイトには制御用のアプリとかはないんだけど、さっきも言った通り、ボリューム問題は独自ボリュームで解決しているし、サイズも一昔前に流行したスティック USB メモリみたいなサイズ感、取り回しが良く、最初からしっかりとした OTG ケーブルがついてくるのも嬉しい。それでいて音色は澄んでいて、金属音がしっかりときらめき、中高音域の分離感が高く、ボーカルがドライにならない、感触系がある程度好きな人で、それでいていろんなジャンルを聴く人に、この価格の最適解みたいな DAC となっている。
似たようなバランス DAC として、現在手元にヒディズス SQ プラスと、ミューズハイファイ M32 があるので、比較してみるけど、この2機種の中で最もしっかりシャープなところをシャープに表現できる音色だ。特にミューズハイファイ M32 は、兄弟モデルの CS43131DAC を採用してるので、音は似通ったものになりそうなんだけど、音の出と末が、バシッと止まるのが小気味良い、43131の方はもっとゆったりしていて、残響で温かみや厚みを出していくタイプだからな。同じ CS43198 を採用している AKHC2 に近いんだけど、プラグを交換できる、本体が HC2 より小さい。そして、HC2 はボリュームを専用アプリに依存するんだけど、こっちは好き勝手できる、といった点が異なる。音色としてはかなり近いけど、スノーイナイトの方が若干高音域のキレなどの個性を前面に押し出すな。こういう個性を伸ばす音は、やっぱり中華イヤホン系ブランドなんだなぁ、と感じられる。高音がキビキビなるので、空間の広がり方や、位置の感じ方もはっきりしている。1、音色自体ともに、明確なサウンドだ、と言えるだろう。細かいスペックは、そういうのに詳しい人や、公式が言及してくれるだろうから、実際に使った印象だけをまとめた。小型、独立ボリューム、交換可能な USB、4.4mm と 3.5mm のバランスアンバランス対応、そしてこだわったデザイン。激戦区の USB DAC 市場に後から参加するだけの価値はあると思う。そういう DAC だ。せいぜい LED が雪色じゃないことくらいしか本当に不満がない。よくできた一台だと思う。あ、ただし、出力の関係か、我が家で使っている、技的取得済みの中華タブレットでうまく動作しなかったので、低出力な給電能力しかない、激安 Android モデルでは、場合によっては動作しないかもな。PC では問題なく動作した。高音がしっかり立つので、ゲームなんか用の USB DAC としてもおすすめだな。位置関係が把握しやすいバランスだ。と、こんなところだな。メーカー初の USB DAC って、無難にまとまってることが多いんだけど、その一方一番大事な機能が微妙で突っ込みたくなるモデルも多い。スノーイナイトはいい DAC だ。出来も、音も、心配りもちゃんとある。100ドルクラスの DAC を検討している時には、ぜひ思い出してみてくれ。といったところで今回はここまで。